J-Wave アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。さて、私は今フランクフルト空港にいまして、ドイツのフランクフルト空港でハンブルグからの乗り継ぎでこれからロサンゼルスに飛ぶんですけれども、空港からお届けしてるんでちょっと周りも騒がしいかもしれませんがご容赦ください。先日4月14日に30歳の誕生日を迎えまして、ついに私も30代となってしまいました。なかなかね、30代何が起こるか楽しみにしながら1週間しか経ってないですけれども、ポーランドのワルシャワで誕生日を過ごしたのは初めてで、実は4年前もポーランドのワルシャワじゃない町で密かに一人で誕生日を過ごしたんですけど、それぶりでしたかね。ポーランドはやっぱり、特にワルシャワは4年前にショパンコンクールを受けた時に1ヶ月ぐらい過ごした記憶が強く残っているので、なんかその時に訪れた公園とかバーとかをまた訪れたりして当時のことが思い出されますね。誕生日の前日にワルシャワでコンサートがありまして、それが私の20代最後のコンサートとなったんですが、ロイヤルキャッスルの中庭にこうテントを立てて、大きなテントを立ててその中で演奏するっていうね。で、テントなんでちょっと音響はどうなのかと思ったけど、音響は割と予想外に良くてですね、ピアノは結構難しかったんですけど、そんなコンサートをしておりました。それで本当にワルシャワでコンサートするというのは僕初めてで、演奏したのはコンクールでは4年前にありましたけど、それ以来ですね、演奏というのもなんですけど、本当にパッショネットなオーディエンスの方々が待っていてくれて、僕は本当に胸が熱くなりました。ここで一曲かけちゃうことにしよう。ポーランドといえばなんといってもショパンですね。ということで、私の好きなショパンの演奏家ルービンシュタインの演奏をお聴きください。子守歌。
ドイツの後はドイツのハンブルクに飛びましてね、ハンブルクからちょっと上に行ってリュードベックという町があるんですが、シュレスピホルシュタイン音楽祭というところで、ラフマニノフのコンチェルトを演奏しました。シュレスピホルシュタインと結構名前が本当に覚えにくくて、誰が発音できるんだという感じの名前をしていますが、シュレスピホルシュタインというのはなんかドイツの北部の地域の名前っぽいですね。なぜそこに行ったかというと、レナード・バーンスタイン賞というのを私が受賞しまして、それのアワードセレモニーがそこでありましてね。このシュレスピホルシュタイン音楽祭というのはバーンスタイン自身も生前に深く関わっていた音楽祭で、とても教育的な側面もあって、だからオーケストラも全国から全世界から集められた優秀な若手によって形成されているオーケストラでして、みんな大半が20歳前後なんていう感じの、いつも普段とは全然違う雰囲気のオーケストラで、それもそれでとっても楽しかったんですけど、オープンリハーサルというのがコンサートの前日にあるんですね。学生とのオーケストラのいいところは、リハーサル時間を結構たっぷりと取れるところですね。その日も朝に3時間やって、で夜にオープンリハーサルというので、1日に2回もリハーサルがあるという、なかなかない形式だったんですが、そのオープンリハーサルというのがびっくりしたのが、お客さんが満員なんですね。これはもうほぼコンサートじゃないかという感じの雰囲気で、なかなかそういう経験をしたことがなかったのでびっくりしましたけれど、リハーサルも面白くて、このラフマニノフ2番という曲は大体僕の経験だと、僕の方がオーケストラより速くなってしまう部分が多くて、そこを調整していくというのがリハーサルなんですけど、逆に今回はオーケストラの方が速くなって、それを調整していくという、なんか逆の作業を行っているような感じがしたのが新鮮でしたね。でもとにかく若い方々なので、吸収というか変化がものすごく早いし、とても柔軟に僕が演奏したことに対して即座に反応しようとしてくれる感じがエキサイティングでございました。それで今回バーンスタイン賞というのを受賞したので、授賞式なので何かバーンスタインを演奏したいなと思ったんですけど、バーンスタインはあんまりピアノソロの曲というのがなくて、なのでアレンジをしようと思って、ご存知かわからないですが、マンボウというとても有名な短めの曲があるんで、これを編曲しようという風に思い立って、ここで初めて演奏したんですね。もともとオーケストラでパーカッションもめちゃくちゃ多い曲なので、ピアノソロでやるとは決めたものの、どういう風にアレンジしようかなというのは結構苦難したんですが、そこで役に立ったのが左足ですね。左足と僕のフィンガースナップよくやるんですけど、こういうことをなんか入れることで元々の原曲のパーカッシブな雰囲気が再現できるということに、少しは再現できるということに気づいて、そんなことをしておりました。いつか世に出したいと思ってるんですが、はい、というわけで、そんなマンボの僕の演奏ではありません。原曲のオーケストラバージョンをお聴きください。演奏は、指揮マリン・オルソップ、オーケストラはサンパウロ交響楽団です。
隅野隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスフィアス、そろそろお時間となってしまいました。最後にお知らせです。昨年夏に開催されました日本武道館公演のライブブルーレイが発売中です。そして隅野隼人ピアノリサイタルクラシックアリーナ11月29日 K アリーナ横浜にて開催です。本日23時59分まで E プラスにて先行予約受付中です。ぜひ、E プラス隅野隼人で検索してください。東京建物ミュージックオブザスフィアスでは番組の新しいグッズオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥースタジオからノート希望と書いてご応募ください。近々お便り会を開催しますので、僕隅野隼人へのメッセージや質問もぜひ添えてくださいね。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave アクロスザスカイでお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは隅野隼人でした。